稲葉の白うさぎ。大国主はスサノオと櫛灘姫の6代目の子孫です。大国主にはたくさんの母親が違う兄弟がいました。みんな神様です。大国主は一番若くて体が小さかったですから、兄たちはよく大国主をいじめていました。ある日、兄たちは稲葉にいる女神様の話をしていました。女神様は若くてきれいですが、まだ結婚していません。兄たちはみんな自分が女神様と結婚したいと思いました。それでみんなで会いに行きたいと考えました。大国主はまだ子供ですから行かなくてもいいですね。いいえ、私たちの荷物を持つ人がいりますから連れて行きましょう。大国主は兄たちの荷物を持って後ろからついて行きました。白うさぎが一匹沖ノ島に住んでいました。対岸へ渡って女神様がいる稲葉へ行きたいと思っていました。でも船がありません。どうやったら行くことができますか？考えているとワニザメがたくさん海を泳いでいました。うさぎはいい考えを思いつきました。ワニザメさん、ワニザメさん、皆さんは全部で何匹ですか？私たちウサギも多いです。どちらが多いですか？ウサギが聞くと、ワニザメたちは答えました。わかりません。でも、私たちはたくさんいますから、私たちの方が多いです。そうですか？じゃあ、私が数えてあげましょうか？本当ですか？うさぎさん、お願いします。数えてください。ワニザメたちは喜びました。じゃあ、こちらから対岸まで一列に並んでください。うさぎが言うと、ワニザメたちは沖ノ島の岸から稲葉の岸まで一列に並びました。みんな並びましたよ、うさぎさん。よし、じゃあ数えますよ。1、2、3。うさぎはワニザメの頭を踏んで数を数えました。でもうさぎはワニザメを利用して稲葉へ行きたいだけです。うさぎは最後のワニザメの頭の上で大きい声で言いました。ありがとう、バカなワニザメさん。私はこちらへ来たかっただけですよ。皆さんの数は知りたくないです。それを聞いたワニザメたちは怒りました。そしてウサギが稲葉の岸へ降りる前に毛を全部むしって皮を剥ぎました。ウサギは泣きました。痛いよ、痛いよ。大国主の兄たちは泣いているウサギを見つけました。どうしましたか、白ウサギ。ワニザメが私の皮を剥ぎました。とても痛いです。ウサギは訴えました。でも意地悪な神様たちは赤くて血だらけのウサギを見て笑いました。じゃあ海の水で傷を洗いなさい。それからあの丘へ行って風で乾かしなさい。すぐ治りますよ。ああ、親切な神様たち、ありがとうございます。海の水で傷を洗ったらもっと痛いです。それから風で乾かしたら傷はもっと悪くなります。神様たちはウサギに嘘を言いました。でもウサギはわかりません。すぐに海の水で体を洗いました。痛い、痛い。もちろんもっと痛くなりました。
でも神様たちが言いましたから、我慢していたら治ると思いました。丘へ行って風で乾かしました。もっともっと痛くなりました。痛い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 よ。うさぎは泣き叫びました。それを見て神様たちは笑いました。面白い。本当にバカなうさぎですね。さあ、早く女神のところへ行きましょう。神様たちは泣き叫んでいる白うさぎを残して去っていきました。うさぎは痛くて悲しくてもっと泣きました。どうしましたか、うさぎさん。荷物をたくさん持って後ろから歩いていた大国主がうさぎを見つけました。うさぎは今までのことを話しました。大国主はかわいそうに思いました。ああ、兄たちが騙しましたね。海の水は良くないです。急いで川の水で体を洗ってください。それから川の近くにガマの花が咲いていますから、その花粉を傷につけてください。うさぎはすぐに川の水で体を洗ってガマの花粉をつけました。傷が痛くなくなりました。ああ、もう痛くないです。本当にありがとうございました。いいえ、兄たちが本当に悪いことをしました。うさぎはお礼に言いました。女神様はお兄さんたちの誰とも結婚しません。女神様はあなたと結婚しますよ、大国主様。それからうさぎは女神様のところへ走っていきました。大国主の兄たちは女神様の家へ着きました。そして口々に言いました。私と結婚してください。いいえ、私と結婚してください。女神様は白うさぎの話を聞いていましたから、意地悪な神様たちとは結婚したくなかったです。私はあなたたちの誰とも結婚しません。大国主様と結婚します。兄の神様たちはとても怒りました。みんなで大国主を殺す計画を立てました。ようやく大国主が女神様の家に着きました。兄さんたち、誰が女神様と結婚しますか？兄の神様たちはとても怒っています。どうしましたか？大国主、ほうきの国に悪いイノシシがいます。私たちはそれを倒しに行きます。お前も手伝いなさい。わかりました。兄弟たちと大国主はみんなでほうきの国へ行きました。兄たちの一人が言いました。私たちがイノシシを追い出しますから、お前は捕まえなさい。わかりました。兄の神様たちはイノシシの形の石を焼いて大国主の上に落としました。大国主は死にました。大国主の母親は息子が死んだと聞いて急いで死体を拾いに行きました。それから他の神様にお願いして大国主を生き返らせました。生き返った大国主はもう子供じゃありませんでした。立派な大人になっていました。それを見て兄たちはもっと怒りました。そしてまた大国主を騙して殺しました。母親はまた大国主を生き返らせました。母親は言いました。お兄さんたちはまたあなたを殺しに来ます。黄泉の国へ行ってスサノオ様に助けてもらいなさい。私ももう死にたくないです。スサノオ様に会いに行きます。大国主は黄泉の国へスサノオに会いに行きました。